こんにちは、集計医ジョージニです。今日も皆さんと一緒に医療の意外な落とし穴について勉強していきましょう。最近、日本でもベジタリアンやヴィーガンといった動物性食品を控えるライフスタイルを選ぶ方が増えていますよね。環境への配慮やダイエットなど、その地位はとても素晴らしいと思います。でも、意識の視点から見ると、実は健康のために始めたことが体に予期せぬダメージを与えてしまうケースがあるんです。今日は少し耳が痛い話かもしれませんが、大切なあなたの体のために少しだけお付き合いください。お肉を控えて野菜をたくさん食べれば骨も体も丈夫になる。そう信じていませんか？確かに植物性中心の仕事は心臓や血管の病気を防ぐメリットが語られることが多いです。でも今年の大規模な研究、いわゆる前向き研究のデータをひゅ届くと、特に完全祭事のヴィーガンの方において、あるショッキングな仕事が突き釣りになってきました。それは骨折のリスクが肉を食べる人よりも大幅に高くなるということです。統計的には非在地主義者に比べて約 2.3 倍もリスクが高まるという報告もあります。野菜にはカルシウムも入っているし健康的じゃないのと驚かれるかもしれませんね。でも骨はただ野菜を食べれば強くなるという魔法の組織ではありません。骨を作るには厳密な栄養素の設計度が必要なんです。ヴィーガンの方が骨折しやすい背景には種に3つの不足があると考えられています。詳しく見ていきましょう。1つ目はカルシウムとビタミン D の不足です。植物性の食品だけでは吸収力の良いカルシウムを確保するのが難しく、日光後不足も重なるとビタミン D が苦覚し、吸収をさらにかさげます。2つ目はタンパク質です。骨の土台となるコーラゲンはタンパク質からできています。植物性だけではアミノ酸バランスが立てりやすく、土台がスカスカになりやすいのです。3つ目は痩せすぎ、つまり DBMI です。妻子で体重が減りすぎることで、骨にかかる適切な符号が減り、逆に骨が弱くなってしまうという皮肉な結果も報告されています。野菜中心イコール骨が強くなるではなく、毛には適切な動物性養要素があってこそ維持される。これが現代医学がデータから見抜き出したリアルな視点です。もう一つ非常に恐ろしい盲点があります。それがビタミン B12 の前方です。B12 はほぼ肉、鮎、ラカ、ピ類といった動物性種品にしか含まれていません。よく知られているのは貧血ですが、実はそれ以上に深刻なのが神経症状です。ビタミン B12 は神経を積むカバーのような役割をしています。これが足りなくなると、手やにがピリピリとしびれる、集中力が落ちる、物忘れがひどくなるといった症状が現れます。これらは単なる疲れと見過ごされがちですが、放置すると危険です。さらに進むと、不幸が不安定になるなど、取り返しのつかない神経障害を割くことがあるんです。健康のために肉を減らしたのに、脳や神経がボロボロに。これほど悲しいことはありません。特に妊婦さん、高齢の方、そしてもともと痩せ性の方は要注意です。第二の投与や加齢による吸収量の地価が重なると、リスクはさらに跳ね上がります。最後に皆さんが隠れ栄養失調になっていないかセルフチェックをしてみましょう。まず B12、VE がんならサプリメントや強化食品での普及が医学的に必須です。次にカルシウム。海藻や将棋を避けるなら、相当な量の珪菜や豆腐を意識的に食べなければなりません。毎日の戦力でこれらを満たすのは、想像以上に大変な作業です。そしてタンパク質、糖類だけで必要量を満たすには、消化吸収の面からも工夫が必要です。美食、十分な量を摂取できているか振り返ってみてください。医学に絶対的な正解はありませんが、極端な制限には必ずリスクが芽生えます。
大切なのはメリットだけでなくデメリットも冷静に理解することです。もしあなたが採色を続けるなら、どうかサプリメントを避けく表用して足りないピースを埋めてあげてください。完全主義に限らず、自分の体と対話することが何より大切です。最近疲れやすいな、手足がしびれるなと感じたら仕事制限のせいかもしれません。血液検査で B12 の主義を調べることもできますので、早めに専門家へ相談しましょう。いかがでしたか？採死という選択を尊重しつつ、その力にある健康リスクにも巻を向けていただければ追えないです。最適なバランスを一緒に考えていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。集計儀でした。皆さんの健康な毎日を心から応援しています。さようなら。